皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを追っていきます。地上波のニュース報道では、ウクライナ関連の話は大きな出来事しか取り上げてくれてません。ぜひともこのチャンネルの動画で細かな情報の更新をしていってください。今回取り上げる主な話題としては、まず第一には、ウクライナ軍の水上ドローンがロシア軍戦闘機を撃墜したかもしれないという発表がありました。過去には、戦闘兵器を撃墜したという話もありましたから、ウクライナ軍の水上ドローンの戦闘能力がさらに高まったのかもしれません。この戦争ではドローンの技術開発競争が激しく行われており、ロシア軍、ウクライナ軍双方ともに新たな軍隊の形といったものを模索することとなっています。この動きは世界各国の軍事関係者たちが注目しており、同じように軍隊のありようそのものを変えていくことでしょう。その他の話題としてはウクライナ支援の話題をいくつか追っていきます。まず最初に取り上げるのは、ウクライナ側の発表、ロシア軍の戦闘機を黒海上空にて撃墜したと発表がありました。その戦果を挙げたのが、ウクライナが開発、実戦配備している水上ドローンです。この水上ドローンには、もともとは戦闘機に搭載されている空対空ミサイルを2発装着しています。戦闘機から撃ち放す場合に比べると、どうしても射程距離は少なくなりますが、推定で 15km 程度の射程範囲は確保していると言われています。そして、戦闘機を撃墜したとされる地点についてはこちら。ウクライナから出発した水上ドローンは、黒海を大きく横断し、ロシア本国領近くまで進出したところで、ロシア軍のスホイ30を撃墜したというのです。合わせて発表されたこちらの映像が、戦闘機を撃墜したとされる映像。空中で爆発した物体が戦闘機であったかどうかは、この映像からは確定することができません。しかし、ある程度の大きさであることから何かしらの飛行物体であることは間違いないでしょう。ウクライナ側の発表通り、戦闘機を撃墜することに成功したとするならば、これはかなりコスト的にも有効性を示すものです。水上ドローンの価格は数千万円レベルだと考えられていますから、何十億円単位の戦闘機を撃墜したことはかなり大きな成果だと誇れるでしょう。なお、こうした水上ドローンによる戦闘機撃墜が実際の戦場において達成されたとするならば、これは世界初の出来事だと言えます。ちなみに従来の水上ドローンの使用方法としては、ロシア軍の軍艦などに突っ込むというタイプがまずは先行して開発されました。投入された突撃型の水上ドローンは夜だけではなく日中においてもロシア軍との戦闘を行いました。こちらの映像では、ロシア軍のヘリコプターから銃撃を受けつつも、ロシア軍の軍艦に向かって水上ドローンが突撃していく様を映像が伝えています。なお、この映像では、ロシア軍の軍艦に突っ込んでいくところで映像が途切れますが、こうした攻撃の成果に伴って、ロシア軍の黒海艦隊の主力艦は、クリミア半島の艦隊本部を離れて、現在では東へと移行し、今は戦闘の主体から遠ざかっています。続いて、フォーブスの記事より、現在のペースなら、ウクライナ全土占領は230年後、ロシアの軍資金と戦意はいつまで持つか。ロシア軍は4月、ウクライナの国土177平方キロメートルを占領した。その代償として、装備4800点近くを破壊され、人員およそ36,600人を死傷した。ウクライナの国土の総面積はおよそ60万3500平方キロメートルで、うち 19% ほどがロシアの占領下にある。現在の進軍ペースと損耗率が続くと仮定すれば、ロシア軍がウクライナ全土を占領するのは2256年になり、その人員の損耗は1億100万人に達する計算になる。ロシアの現在の人口は1億4400万人だ。信じがたいことに、人員と装備に凄まじい損害を出しながらも、ロシア軍はウクライナでまだ行動不能にはなっていない。ロシア政府は、スクーターやファミリーカー、スクールバスなど大量の民生車両を軍に配備している。ロシア政府は毎月3万人の兵士を採用している。その結果、ウクライナに展開するロシア軍の兵力はむしろ拡大している。ウクライナに駐留するロシア軍の兵力は現在60万人余り。この戦争を通じて最大の水準であり、侵攻当初の規模に比べるとほぼ2倍に膨らんでいる。では、持続可能かというと、まだ答えの定まっていない問いだ。全体としてロシアの国防予算は歳出全体の 40% を占めることになり、これは冷戦以来最高の水準だ。アメリカでさえ連邦予算に占める国防費の割合は 13% にとどまる。巨額の国防支出はロシア軍の損耗人数が
今年累計で80万人を超える中でも、この戦争に対するロシア国民の態度を好意的にさせることにつながっている。国防支出による直接の結果として、ロシアの軍事産業への投資は国内の失業率を 2.4% まで低下させた。ロシア経済は戦時体制にある。しばらくこの体制が続くことになるだろう。しかし、戦時体制は常に非常に効率的に動くとは限らない。石油価格の下落やウクライナ軍による攻撃の被害でエネルギー輸出が圧迫される中、ロシアの今年の国内総生産 GDP 成長率は昨年の半分以下に減速する見通しとなっている。ロシア軍の攻勢は続いているものの、現在のペースであれば、ウクライナ全土を占領するには200年以上の時間が必要となります。しかし、戦争を左右するのは何も戦場での出来事だけではありません。ウクライナを取り巻く様々な国の動きも重要な要素となります。まずは影響を大きく与えるアメリカの動向、トランプ政権対ロシア追加制裁検討、ウクライナとの和平実現に向けて天然資源と銀行、産経新聞より。トランプ政権がロシアに対する新たな経済制裁の準備を完了し、トランプ大統領の決断を待っているとロイター通信が報じた。トランプ大統領が承認すれば、ウクライナとの和平実現に向けた圧力強化となる。アメリカ政府高官は、実行は完全にトランプ氏次第だと述べた。アメリカ政府は、ウクライナとの資源共同開発を柱とする経済協定に署名し、ウクライナとの緊密な関係維持を打ち出したばかり。和平を妨げているのはロシアとの見方が強まりつつあり、関係筋はロシアへのさらなる懲罰的行為として追加制裁を検討していると述べた。制裁の対象は、ロシアの政府系天然ガス企業ガスプロムを含む天然資源と銀行部門の主要組織。一方、アメリカ政府はウクライナへの対外有償軍事援助として F-16 戦闘機の訓練と維持、関連装備の売却を承認し、議会に通知したと発表した。総額は約450億円。ウクライナメディアは前向きな動きと歓迎する専門家の見方を伝えた。トランプ大統領はこれまではウクライナに対しては援助を行わず、一方のロシアに対しては要望をなるべく聞き入れる形で停戦を成立させようと試みてきました。しかしこの手法はロシアに対しては実質的な支援にもなっていたことから、プーチン大統領の妥協を引き出すことができませんでした。そうしたこともあって、ロシアに対する制裁をちらつかせ始めています。まだ実際に制裁を実施しているわけではありませんが、これまでに比べると、ロシアに対する圧力をかけ始めようとしているポーズを見せているだけでも、小さな改善の一歩だと言えるでしょう。また、無償支援についてはトランプ政権は行わない方針になってしまいましたが、たとえウクライナがお金を出すにしても、アメリカの軍事協力を得られるようになったのも、これもまた最悪からの改善だと言えます。そして、日本にとって非常に重要なアジア情勢についての関わりで言うと、トランプ大統領が対中シフトといったものをより鮮明に打ち出しています。第2次トランプ政権が初予算要求、対中抑止強化で国防費 13% 増、非国防は 23% 減。トランプ政権は2026会計年度の予算要求の一部を発表した。国防費以外の歳出を前年度に比べ、約23兆円削減し、減額率は 23%。国防費はアメリカそれ自体の防衛強化と対中抑止の強化に向けて約 13% 増。第2次トランプ政権で初となる議会への予算要求では、解体を目指す国際開発局、USAID などの対外援助や国立衛生研究所の予算を大幅に削減。バイデン前政権が進めた再生可能エネルギーなどの気候変動対策や多様性、公平性、包括性、DEI 政策の縮小も行う。一方、国防費に関しては、アメリカの安全や防衛産業の強化に加え、インド太平洋地域における中国の侵略の抑止を重視し、約 13% 増額。具体的には、中国、北朝鮮、ロシアなどの脅威を念頭に、トランプ氏が打ち出した次世代ミサイル防衛システム、ゴールデンドームや次世代戦闘機 F-47 の開発に資金を投入する。核兵器の近代化や宇宙領域の能力も強化する。トランプ氏が重視する国境対策をめぐっては、不法移民対策を担う国土安全保障省の予算を約 65% 増やす。なお、予算全般については議会での採決が必要であり、トランプ大統領が大統領署名を使って予算をいじくり回すといったことはできません。ですからここからは民主党と共和党のせめぎ合いの中で予算の審議が進められていくこととなります。
上院も下院も共和党が過半数は得ていますから基本的に否決されるわけではありません。しかし、その中身については共和党の中でも考え方がいろいろありますから、どこまでトランプ大統領の意向に沿うものになるかどうかはわかりません。ただ、全体の方向感としては、ヨーロッパなどの安全保障の関わりについては、これを削減し、中国に対しての備えを強化しようという方針が打ち出されています。この全体の流れについては、予算の割り振りが実施されることでしょう。そして、アメリカの関与が減らされるヨーロッパにおいては、NATO の事務総長が各国に対して自国防衛の強化を訴えかけています。NATO 事務総長が国防費拡大提案、トランプ政権要求の GDP 比 5% に対応。NATO のルッテ事務総長が加盟国に対し国防費を GDP の 3.5% に引き上げた上で、さらに 1.5% を安全保障関連の支出に充てることを提案しました。ルッテ事務総長はトランプ大統領が NATO 加盟国に対し GDP の 5% を国防費として支出するよう求める中、関連費も含めて 5% に引き上げることでトランプ政権に歩み寄った形です。次にウクライナ支援の話題。イギリスは AS90 自走砲をすべてウクライナに移譲した。イギリス軍の自走砲 AS90 はこれまでウクライナに対して継続的に供与が続けられてきました。そして現在イギリス軍はこの AS90 の自走砲すべてについてウクライナにすべて供与が終わったとのことです。なお、現在のイギリスにおいては、じゃあ自走砲がすべてなくなったかといえばそういったわけではなく、その穴を埋めるべく今はスウェーデンからアーチャー自走砲を何両か入れていますし、また今後についてはドイツから RCH155 という自走砲を購入するとのことです。従来保有していた自走砲をウクライナに供与し、その上で新しい戦力を入れていくといった形で、ウクライナ支援が実現されました。出し惜しみして何も支援しない国よりは、こうやって今使っているものをウクライナに渡して、自国の戦力の再編を図るというのも、ウクライナ支援への形でしょう。トランプ大統領が就任して以来100日以上が経過しました。それに伴って様々な政策の発表が行われ、世界中がかなり振り回されています。ウクライナ情勢に関連しても、非常にウクライナにとっては大きな変化となりました。それはバイデン政権の時にはウクライナに対する軍事支援が行われていたのですが、現在トランプ政権が行っているウクライナ支援は主には情報支援となり、軍事支援そのものについては全く行っていません。そもそもトランプ大統領はウクライナ支援のための予算を議会に求めてもいませんから、求められていない議会では当然審議も採択もされておらず、やろうと思ってもできない状態です。ここで重要なのは、アメリカからの軍事支援が途絶えたら、ウクライナ軍が崩壊してしまうといったようなロシア側の主張は全くの間違いだということです。現在のウクライナはアメリカから情報支援を受けているものの、軍事支援は途絶えてしまった状態。その中においても、兵士たちはなおロシア軍と戦っていますし、国産兵器とプラスアルファヨーロッパからの支援によって現在の戦線は保たれています。決してウクライナ軍が崩壊している様子はありません。もちろん前線地域においてはロシア軍の攻勢が続いて多くの死傷者が出ていますから、決して安泰な状態ではありませんが、それ自体は2022年から何ら状況が変わりません。しかし、現場で起きているウクライナ軍兵士たちの死傷とはまた別のレベルで、戦線全体を見ると、状況は十分コントロールされている状態です。だからこそ今回取り上げた記事のように、今のようにロシア軍の進軍ペースであれば、ウクライナの滅亡は200年以上先になるといったような計算になるわけです。ただ、当然のように支援があるかないかで言えば、当然支援があった方がよりロシア軍に対する打撃を与えることができ、それに伴ってロシア側の一方的な攻撃といった要素を防ぐことができます。そうした意味では、トランプ大統領はこの就任以来100日で全く自分の外交ではプーチン大統領に通じないということが少しずつ分かってきたようなのは、最悪からの一歩前進だと言えるでしょう。無償支援は行わないが、有償支援、ウクライナがお金を払うんだったら武器の販売を認めるし、またヨーロッパ各国がお金を出すんだったらウクライナ支援に武器を販売することを認める。この方針それ自体が、トランプ大統領らしさといったものを語っています。バイデン時代よりもトランプ時代の方がウクライナ支援は質量ともに低下してしまいますが、何もしないよりはまだマシだと言えるでしょう。あとはどれだけヨーロッパがウクライナ支援に本格的に乗り出すことができるかにかかっています。少なくと
とも今のロシアはソ連時代の遺産についてはもはや食いつぶしたような状況であり、あとはどれだけエネルギー資源からの収入をもとにした戦時経済を回し続けることができるかどうかにかかっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。